皆さん、お久しぶりです。佐藤楓です。なんかね、このね、佐藤楓ですっていうのも、すごく、なんか久々だなっていうくらい、本当時間が空いてしまったんですけれども、今回はですね、流星群大好きな私佐藤楓がですね、今回、流星群について語らせていただきたいと思います。流星群って結構時期がありまして、なんでか知らないんですけど、2月3月ってすごい流星群が少ないんですよ。っていうのも多分ほとんどない。なんか自分が知る限りでは、なんか全然ないんですけど、4月下旬から、ちょっとした中規模な流星群が増えてきて、8月になるとね、有名なペルセウス座流星群とか、10月オリオン、12月に、双子座流星群とか、あと1月はね、四分岐座流星群っていうのがあるんですけど、そんな感じで8月あたりから、8月あたりっていうか、この4月から1月にかけて、徐々に流星群が増えてきて、春になって新生活始まってね、新しいこと始めてみようっていう方に、ぜひ、このね、流星群っていうのをね、おすすめしたいなということで、今回動画を出すことにしました。流星群なんですけど、5月にはですね、水亀座流星群、水亀座イータ流星群って呼ばれてる流星群がありまして、今回はそちらの水亀座イータ流星群の紹介になります。というか、大体ね、流星群全般についてね、今回話していけたらなっていうところでもあります。でですね、水亀座流星群なんですけれども、単刀直入にね、最初、ざらっと話してしまうと、例年ゴールデンウィーク終盤の5月6日頃に、見頃を迎えます。はい。で、じゃあ5月6日に毎年流星群がちゃんと見れるのかっていう話になっちゃうんですけど、実はそういうわけでもなくてですね、星って結構見るのに条件があって、満月とかだと月の明かりで見えなかったりするんですよね。これは流星群も全く同じことが言えて、満月の時だと月の光に負けて全然見えなくなっちゃうっていうことがあるのでですね、月明かりがない方がいい。年によってね、その5月6日が満月なのか、半月なのか、新月なのか、みたいなのが変わるので、それによってね、結構条件が変わります。で、今年はですね、すごい月の条件がいいんですよね。もうめちゃめちゃいいんですよ。ちょうどね、水亀座流星群って、夜の12時から朝方にかけてまでの時間帯に見えるんですけれども、その流星群が見える時間帯にちょうどね、月がね、沈んでいなくなってるので、月の影響がね、ない状態で水亀座流星群をね、見ることができるっていう、素晴らしいですよね。はい。で、この水亀座流星群ってすごいいいというかもう、私が一番推してる流星群なんですけど、すごい見れる期間が長いんですよ。っていうのも、さっきちらっと話した1月の四分岐座流星群っていう流星群があるんですけど、あれなんてもう3、4時間くらいしか見れないんですよね。で、それがしかも、なんか夜とは限らないんですよ。その3、4時間っていうピークの時間帯が昼間だったら絶対見えないっていうくらいすごいシビアな流星群があるんですけど、水亀座流星群はなんか大体後半3日間くらいは見えてですね、大体今年で言うと5月の5日、4日かな ?4 日の5月の4日の夜から5、6、7、8の夜くらいまではギリギリ見えるかなっていう感じ。見えるっていうかその活動が活発
流星が流れやすいかなっていう感じの、流星群で、すごい初心者にはね、向いてる流星群です。特にその4、5、6、7のうち、どこがその天気がいいか、そうなんですよ。星見るって天気も結構ね、関係してきてて、その中で晴れないとやっぱ当然ね、星が見えないので、その点でもね、すごいトライしやすい流星群なんで、ぜひ皆さん、流星群、水亀座流星群楽しみましょう。あとね、日本人っていうか、日本においては、この5月ってすごい休みがね、多いっていうところもそうですし、今年に関しては、その土日とかも重なって、結構いい感じの休みになるんで、流星群すごく見やすいかなと思います。はい。でね、水亀座流星群って、大体、すごく遅ければ遅いほどっていうのかな、時間が。深夜であればあるほど、流星が流れやすい流星群なので、大体その、日の出間近くらい、2時とか3時くらいになるのかな。そのくらいの時間帯を狙っていくと、すごく見やすいと思います。というか、流れやすいです。はい。で、この水亀座流星群も、言うほど活発な流星群ではないんですけれども、だいたいね、1時間に10個くらいは見えるのかなという感じですね。ちゃんと暗いところに行ったり、しっかり、晴れてたりすると、もしかしたら1時間に20個くらい見えるのかもしれないです。はい。でね、流星群ね、あるよーって私友達に言ったりして、見てもらうっていうか、紹介するんですけど、なんかね、その次の日に全然見れなかったとか、メッセージをいただくんですけど、流星群をね、見るね、場所が結構ね、悪かったりします。っていうのも、家のベランダからだと、ほぼ、基本的には見えないです。で、流星群を見る場所の条件っていうのが、大きく分けて2つあるんですけれども、とにかく暗いところがいいです、やっぱり。うん。星を見るって暗いところに行くイメージがあると思うんですけど、すごい暗いところおすすめです。でもそこはね、皆さんのイメージ通りで、街明かりとかにね、すごい左右されちゃうんで、暗いところに、いた方がいいです。で、もう一つがですね、暗いっていう他に視界が広いっていうのが、条件になります。っていうのも、流星群って言っても必ずこの場所に流れ星が流れるっていうのが決まってるわけではなくて、空全体のどこかにランダムに流れるのでですね、空を全体を見渡せるような視界が広いところに行くのがおすすめです。これらの条件を、満たす場所っていうのが、だいたい山の上とかに行って星を見るイメージがある通り、山の上って、暗いし、視界も広いっていう点で、結構見やすいと言われてます。あとはね、街灯がない公園とか、公園すごくおすすめです。特にその芝が広がってる公園みたいなところとかは、流星群見るのにはベストかなっていう。そういう時に、そういうところに行って、デカめのね、ブルーシートみたいなやつ広げて、芝の上でふかふかってしながら寝っ転がりながら、流星群を見るっていうのも結構楽しいっていうか、私よくやってるんですけど、いいと思います。うん。ちょうどね、このね、5月っていうのがね、すごく良くて、蚊とか虫があんまりいない時なんで、そういう点でもすごく楽しみやすいかなと思います。はい。うん。で、流星群を見るポイントにもなるんですけど、そうだ、見るポイントの前に、公園以外だとですね、海
海とかも結構おすすめなんですよね。なんか海って結構周りに遮るものがなくて、あと海の向こうってほとんど明かりがないんで、結構ね、海いいですね。特に結構電車で行けるところとかも結構あって、星見るスポットってあんまり車でしか行けないみたいなところが多いんですけど、海って意外といいですよ。山のイメージがね、結構皆さん、強いんですけど、意外なことに海っていうのも見やすいところではありますね。うん。はい。っていうね、ちょっとね、海だけはね、ちょっと紹介したかったんで、うん。特に今回、水亀座流星群って、すごく低いところに流星が流れたりするんで、水平線に近いところに、障害物がないっていうのも、まあ、海のメリットではあると思います。はい。ということで、見る方法、そうですね、見る場所の紹介が終わったので、見る方法に行きたいと思うんですけれども、基本、視界をね、空にしましょうっていうところに尽きるんですけど、とにかく、空全体をね、見るというか、少しでも流星が視界に入る確率を増やすために、視界のね、大半を空にしちゃえば OK です。うん。なんだろう、なんか表現難しいな。うん。そうそうそう。とにかくね、視界をね、広げる。うん。その空の面積を広げるっていうことが大事で、あとは、もう一つポイントがあるのが、視界に、街灯を入れないっていうことですね。まあ、視界を広げるのも大事なんですけど、まあ、それより大事かな。うん。街灯がね、ちょっとでもね、視界に入ると、その分なんかね、目がくらんじゃって、暗い星が見えなくなっちゃうんですよね。街明かりって、まあ、二つの性質があって、まず一つが空を明るくしてしまうっていうのが、まあ街明かりの一つの性質で、なんだろう、ベースとなる空を明るくしてしまって星をかき消すっていう、まあ作用があるんですけど、他に自分のね、動向を小さくしてしまう。その光の感受性を小さくしてしまうことによって星が見えなくなるっていうことがあります。これがね、結構ね、この二つ、なんかね、似てるようでね、ちょっと違う効果なんで、結構、ここは空が暗いけど、なんか星が見えないなーっていう時は、近くにもしかしたら街灯があって、それが視界に入ることによって見えにくくなってるとか、っていうこともあるので、まあ、なるべくね、街灯から離れたところでまあ、見ていただくのが一番いいんですけどね。まあ、そういった点でも、まあ、山の上うん、おすすめなのかもしれないです。うん。やばい、話がまとまんない。ちょっと飲み物飲むね。うん。あ、そうそうそう。それで、あれだ、視界をね、広く保とうっていう感じなんですけど、私の場合はね、なんかキャンプ用のエアマットみたいなやつとか、銀マットみたいなやつとかの上に、寝転がって上を見ることが多いです。はい。です。すごくね、首が疲れます。私の場合は、エアマットとかね、銀マの上に寝転がって、まあ見ることが多いんですけど、やっぱこう、ずっと上をこう、ガーって見上げてると、すごい首が痛くなっちゃうんで、寝転がって見てます。うん。マジでおすすめです。結構ね、アマゾンとかでね、安く買えるんで、買っといてもいいと思います。うん。なんかね、折りたたみ式のやつとか、くるくる丸めるやつとか、いろいろあるんで、ぜひね、いろいろ試してみてください。はい。ということでですね、ここまでの情報をね、ざっくりまとめるんですけど、まあ、5月のね、4日から、まあ、7日くらいまでの夜にですね、暗くて広い場所に行きますと、流星群が見れるので、ぜひ、晴れた日はね、流星群見てきてください。はい。なんかね、5月ってね、すごいいいんですよ。というか、さつき晴れってよく言うじゃないですか。さつき晴れとか5月晴れって。
すごくね、この時期、晴れやすいし、もう、気温もね、でも、ちょっとね、防寒具とかね、持ってくといいと思います。5月、昼間結構暖かいですけど、夜ね、全然、氷点下までいかないかもしれないですけど、まあ、で5度とか、そんくらいにはなるのでね、防寒具持ってくと多分快適に星見れると思います。ということで、ぜひね、ゴールデンウィークは皆さんお出かけして、流星群見に行ってみてはいかがでしょうか。はい。以上、佐藤楓でした。本日はね、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。流星群にね、ちょっとでも興味を持っていただけた方はね、ゴールデンウィーク後半、流星群見に行ってみていただけたら嬉しいです。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良いなと感じたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。